はい、こんにちは。グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。メンバーシップ動画も更新しましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。ビットコインの価格は現在96,500ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、インドの中銀政策金利、米雇用統計、米ミシガン大学消費者信頼感指数などがありました。で注目されてた米雇用統計はですね、雇用者数が前回予想以下という結果となっているんですけども、失業率が持ちこたえてまして、寒波の影響があると見られてた分、投機にしては強いという見方からですね、金利上昇要因につながっているのかなと思います。で市場は未だ円高傾向が強くなってまして、ドル円は151円台、米株各指数は調整となってまして、ビットコインも10万ドル突破後ですね、米市場開場後は9万5000ドルまで下落となっています。あと個別株の方では、ブラックロックがストラテジー株の約1120万株保有を報告、全体の 5% を所有していることが話題になっています。ストラテジーの株価もプラス 0.65% と比較的強くなっています。あとはクリーンスパークが第4四半期の決算で収益1.6億ドルを計上、前年比プラス 120% となったことも注目されています。クリーンスパークの株価もプラス 9.15% と強くなってますね。あと米国のビットコイン ETF のフローは現時点では全体でプラス 0.69 億ドルの流入となっています。香港はマイナス 34.90BTC の流出となっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.53%、額としては575億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.8%、バイナスミはロングが 67.0% と上入りになっています。他各所の見解では金利が上がってないことからですね、ビットコインの上昇要因につながるとか、あとアルト方面ではソラナのオンチェーン内の盛り上がりや価格動向を見る限りですね、年末520ドルに達するんじゃないかというですね、スタンダードチャートと銀行、バイクらの見解が注目されています。今後の指標としては、2月10日に日本の国際収支、2月12日に米 CPI、2月13日に実質 GDP、米 PPI などが控えております。そしてオンラインチャン企画ですね。昨日の私の予想では、米雇用時を過ぎれば指標的にも一息つくんで、ここ数日米株金と乖離してた分、このタイミングで戻すんじゃないかということで、2月8日 AM6 時点のビットコインは昨日の96,760ドルよりも上という予想でした。結果としては米雇用時の結果が当初の見立てよりも強い結果となってですね、金利上昇からの米株調整、ビットコインはその前に一時10万ドル突破してるんですけども、その後米株とともに下落してまして、判定時刻の2月8日 AM6 時点のビットコインは95,764ドルということで、昨日の96,760ドルよりも下なんで外れです。はい、また外れ。はい、続いて本日は土曜なんで、次回は次の米市場平常日2月11日 AM6 時点の予想ですね。指標も落ち着いてまた一旦上に期待してですけど、市場があんまり盛り上がってない印象があります。下も94,000あたりまで余裕がある形です。ただ個人的にはここ最近の円高リスクオフの影響が結構ある気がするんで、ドルの反発と指標警戒が収まったことを評価して98,000ドルあたりまで反発する展開、上にしたいと思います。なので2月11日 AM6 時点のビットコインは現在の96,696ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては来週まで強いのがないんで、休日中にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在2660ドル、BTC 建ては 0.027 と、先物の方では OI は全体でマイナス 3.3%、額としては219億ドル相当、比率としては全体ではロングが 56.9%、バイナスミはロングが 79.9% と上入りになっています。ETF は現時点では米、香港ともにゼロとなっています。イーサ関連の話題では、ブラックロックのイーサ ETF、アイシャイズ・イーサリアムトラストのオプション取引の可否が延期となっています。次回期日は4月9日となってますね。あとテクニカル的にはドル建てで8月の底あたりなんで、短期反発が期待されたりしてます。BTC 建てでは先日抵抗で折れてからまた下へ向かっている状態です。長期的には2021年の1月 0.020 あたりまで視野に入ってきている展開ですね。厳しい状況が続いてますけども、内部のベクトルアップグレード、また ETF の動向で再度盛り上がるのか注目です。あとその他の動向では、米国方面での動きが話題になってまして、ビットコインに関する準備金法案を提出した州が
22週となって増え続けていることや、CFTC がステーブルコインに関連した CEO フォーラムの開催を計画していることが話題になっています。参加者にはサークル、コインベース、リップルなどですね、ステーブル界隈の大手が参加する予定となってまして、米国はステーブルの方にも注力していくんじゃないかと見られてますね。あとはトルネードキャッシュの開発者ペルツェフ氏が釈放となってます。で、もともとは懲役5年の判決が下ってたんですけども、控訴審で監視付き釈放の判決となってます。こちらも先日のトランプ大統領の大統領令によるですね、シルクロード創設者ロスの釈放から風向きが変わりつつあります。あとは日本の金融庁がアップルとグーグルに対して無認可の海外取引所のアプリを削除するよう要請した件が海外でも話題になっています。先日取り上げた時点ではアップルのアップストアから消えたという状態でしたけども、Google の方にも要請してたようですね。次のフェーズとしては無認可の取引所が日本の事業者を買収して、日本市場に参入するのかで、そしてグローバル部門から日本人を締め出すというね、いつもの展開になると思うんですけど、どこが最初に日本市場に参入してくるのか注目ですね。あとアルト関連では米国で XRP 担保証券の立ち上げが計画されているのも話題になっています。シティの元幹部が立ち上げた Receive Depository Corp が米国預託証券 ADR に類似した形で発行予定とのことで注目されています。市場では XRP ETF の承認が注目されてますけども、他の形で株式市場からの流入が期待されているのかなと思います。XRP の価格は市場に沿って右肩下がりとなってますけども、ここから反転できるのか注目ですね。あとはソニウムがコープレコーズと共同で音楽 NFT コレクションを発行したことが話題になっています。価格は 0.000777 イーサー、約2ドル相当とされています。現時点では4000個くらいミントされてますね。先日からソニウムのトランザクション刻みタスクが話題になってますけど、ソニウムが今後どういう展開になるのか注目です。あとリリース関連ではストーリープロトコルがトークのミックスを公開しています。こちらも上場後ですね、どのような格好をつけるのか見ものですね。今日このとこですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。